のささやきの朗読やこれは俺が長距離トラックの運転手をやっていた頃の話だ。もう10年以上前になる。当時俺は関東から関西まで荷物を運ぶ夜便を担当していて、だいたいいつも深夜の2時とか3時に山道を走っていた。夜の山道ってのは本当に何もない。街灯もないし、店もない。通る車も少ない。あるのはずっと続く暗い道と、ヘッドライトに照らされる白いセンターラインだけ。慣れてくると眠気との戦いになるから、運転手はみんな自分なりの休憩ポイントをいくつか決めている。この先の自販機で休むとか、このパーキングエリアで仮眠をするとか、そういうのだ。運転手同士って無線や休憩所でよく情報交換するんだよ。どこのラーメンがうまいとか、どこの駐車場は広いとか、どこどこの道は夜中に鹿が出るとか。その中にこういう話があったんだ。〇〇峠の手前にあるドライブイン。あそこにだけは絶対に止まるな。最初にその話を聞いたときに俺は笑った。出るんですか幽霊。そう言ったら、年上の運転手が少しだけ黙ってから言った。幽霊、だったらまだいいんだけどな。そう言って、その人はそれ以上何も話さなかった。その場にいた他の運転手も誰も詳しく説明はしなかった。ただ、あそこはやめておけ。夜は入るな。特に一人の時は絶対に入るな。みんな同じことだけを言う。理由を聞いても、いいからやめとけ。そのうちわかる。入らないのが一番いい。これしか言わないんだ。でもこういうのって逆に気になんだろ。何回か同じ道を走っているうちに、問題のドライブインの場所はすぐに分かった。山に入る手前、大きなカーブを曲がった先の左側。古い2階建てのドライブインだった。看板は色あせていて、なんて名前なのか遠くからだとよく読めなかった。でも夜中でも必ず電気がついているんだ。駐車場もやけに広い。なのに、いつ通っても車がほとんど止まっていないんだ。トラックが一台もないドライブインなんて、長距離やっていると逆に不自然なんだよ。普通は一台や二台必ず止まっているからな。初めてその店の前を通った時、俺は少しだけスピードを落として横目で駐車場を見た。自販機の明かり、入り口の蛍光とガラスに映る白い光。その時、変な感じがしたんだ。なんかうまく言えないんだけど、ここ、なんかおかしいな、って直感で思った。別に幽霊を見たわけではない。音がしたわけでもない。でも、そこだけ空気が違うみたいな感じがしたんだ。山の中のただの古いドライブインのはずなのに、そこだけ妙に明るくて、でも明るいのに暗い感じがする。わかるかな、この感じ。明るいのに安心できない場所ってあるだろ。コンビニのはずなのにやけに怖いとか、人がいるはずなのに気配がないとか。あのドライブインはまさにそれだったんだ。それから何度か前を通ったけれど、俺は一度も入らなかった。先輩たちがあそこまで言うのも珍しかったし、正直、なんとなく入りたくなかった。でも入ることになる。入らなきゃいけない状況になったんだ。あれは雨の日だった。かなり強い雨で、ワイパーを最速にしても前が見えにくいくらいだった。
参道に入る前に少し休もうと思って、いつも止まる自販機スペースに行ったら、トラックが何台も止まっていて、止める場所がなかった。仕方がないから、もう少し先まで行こうと思って走ってたら、だんだん眠気がひどくなってきた。目が重くて、視界がぼやける。やばいな。これは一回ちゃんと止まって休憩しないと。そう思ったとき、前にあのドライブインの看板が見えた。雨の中、ぼんやりと光っている看板。俺は少し迷った。やめとけって言われてたよな。でも、このまま参道に入るのは危ない。事故るかもしれない。少し休むだけ、コーヒーを飲んで、顔洗って、すぐに出ればいい。そう思って俺はウインカーを出して、そのドライブインの駐車場にトラックを入れた。その時バックミラーに、後ろを走っていたはずのトラックがいなくなっていることに気づいた。さっきまでずっと後ろに一台ついてきていたのに。雨の中、ヘッドライトも見えない。あれ？おかしいな。と思いながら俺はトラックを止めてエンジンを切った。エンジン音が消えた瞬間、外は雨の音だけになった。ザー、ザーっていう音。その音の中になんだか人の声みたいなものが混じっている気がした。気のせいだと思って俺はトラックを降りてドライブインの入り口に向かって歩いた。自動ドアの前に立つ。ガラスの向こう、店の中は明るい。食堂みたいなテーブル、カウンター、壁に貼ってあるメニュー。だが人の姿は見えなかった。ウィーンと自動ドアが開いた。その瞬間、店の奥から誰かの声がした。妙に近い声だった。カウンターには誰も立っていないのに。俺は入り口のところで少しだけ立ち止まった。店の中はやけに明るい。古い蛍光灯の白い光で全体がぼんやりと照らされている。昔ながらのドライブインって感じで、4人掛けのテーブルがいくつか並んでいて、壁には色あせたメニューの札が貼ってある。ラーメン、カレー、生姜焼き定食、うどん、そば。どれもいかにも昔のドライブインっていうメニューだった。でも店の中には客が一人もいなかった。さっき駐車場には俺のトラックしかなかったから、まあ不思議ではないんだけれど。すいません。俺はカウンターの方に向かいながら声をかけた。するとカウンターの奥ののれんが少し揺れて、奥から一人の女が出てきた。40代くらいかな。エプロンをつけた普通のおばさんだった。いらっしゃい。こんな時間に大変だね。ニコニコしながらそう言った。あ、どうも。コーヒーだけいいですか？はいよ。疲れてるでしょ。そう言っておばさんはコーヒーを入れ始めた。その様子を見て、俺は少し安心した。なんだ、普通の店じゃないか。先輩たち、怖がらせすぎだろ。そう思いながらカウンター席に座った。ふと店の奥を見ると、食堂スペースのさらに奥に廊下みたいなのが見えた。トイレがあるんだろうな、と思った。はい、コーヒー。目の前に湯気の立つコーヒーが置かれた。あったかいよ。すいません、ありがとうございます。カップを持つとじんわりと手が温かくなって、そこで初めて自分がかなり体が冷えていたことに気づいた。雨の中を走り続けて気も張っていたから、思っていたより疲れていたみたいだった。一口コーヒーを飲んで、はぁって息をついたとき、店の入り口の自動ドアがウィーンって開いた。
俺は反射的に入り口を見た。誰も入ってこない。でもドアを開いて少ししてから閉まった。あれ？思わずそう言うと、カウンターの中のおばさんがこっちを見ないで言った。来たね。え？もう一人お客さん来たね。そう言っておばさんは店の奥の方を見ている。でも俺の位置からは入り口からテーブルまで全部見える。誰もいない。いや、誰も入ってきてないですよ。そう言ったら、おばさんは少しだけ不思議そうな顔をして、え？いるよ？って普通の声で言った。ほら、あそこ。そう言って指さしたのは一番奥のテーブルだった。俺はゆっくりと振り向いた。誰もいないはずのテーブル。でも、濡れた足跡がそこまで続いていた。入り口から一直線に。雨で濡れた靴の跡が、ペタ、ペタ、ペタって床に残ってる。でもその足跡の先の席には、やっぱり誰も座ってない。俺は何も言えなくなった。おばさんは普通に、ご注文、決まったかね？って、誰もいないテーブルの方に向かって言っている。まるで、そこに本当に客が座っているみたいに。ラーメンね。はいはい。おばさんはそう言うと、何かメモをして厨房の方に向かった。俺はもう一度奥の席を見た。誰もいない。でもテーブルの上に水の入ったコップが一つ置かれていた。さっきまではあんなのなかったはずだ。しばらくすると厨房の奥から音が聞こえてきた。ジューっていう何かを焼く音。鍋の蓋がカタカタ鳴る音。普通の料理している音。でも俺は急に落ち着かなくなってきた。なんていうか、ここに長くいちゃいけない気がする。コーヒーを半分くらい一気に飲んで、すいません、お会計を、って言いかけたとき、奥の席の方からズルッって音がした。何かをすするみたいな音。ラーメンを食べる時の音にそっくりだったんだ。でもやっぱりそこには誰もいない。ズル、ズルズルと音だけがする。見えない誰かがそこでラーメンを食べているみたいに。俺はもう奥の席を見ないようにしてカウンターだけを見ていた。するとおばさんがラーメンを一つ持って奥の席の方に歩いて行った。そして誰もいない席に向かってこう言った。はい、お待たせ。そう言って何もない空間にラーメンを置いた。その瞬間、ジュルルルってさっきより大きな音で誰かがラーメンをすすり始めた。俺はもう限界だった。すいません、俺もう行きます。少し震えた声でそう言うと、おばさんは振り向いて、あら、もう行くの？って残念そうに言った。はい、ちょっと急ぐんで。ポケットから財布を出そうとしたとき、おばさんがこう言った。じゃあコーヒー、あの人の分と一緒でいいよ。え？あんたの後ろの人、さっき一緒に入ってきたでしょ？背中がゾッとした。俺はゆっくりと振り向いた。入り口から俺の後ろには誰もいなかったはずだ。でも床を見ると、濡れた足跡がもう一つ、俺のすぐ後ろまで来ていた。まるで、ずっと俺の後ろに誰かが立っていたみたいに。さっき入り口から奥の席まで続いていた足跡とは別に、もう一つの足跡が、入り口、俺の後ろ、ずっと俺の真後ろで止まっている。俺は振り向いた。でも、やっぱり誰もいない。なのに耳のすぐ後ろで、やっと
入ってくれた。って男の声がした。男の声は俺のすぐ後ろから聞こえた。振り向く。でもやっぱり誰もいない。なのに気配だけがある。すぐ後ろに誰かが立っている気配。俺は何も言えなくなって、そのまま固まってた。するとカウンターの中のおばさんが、こっちを見て笑いながら言った。よかったねー。その人、ずっと待ってたんだよ。え？待ってた？声がうまく出なかった。おばさんは当たり前みたいに話し始めた。でもね、なかなか入ってきてくれる人がいなくてね。みんな、この店知ってるから。そう言って湯飲みを吹きながら続けた。トラックの人たち、みんな優しいからね。わかってるんだよ。ここに入ったらどうなるか。その言葉を聞いた瞬間、背中に冷たい汗が流れた。どうなるってどういうことですか？俺がそう聞くと、おばさんは少しだけ首をかしげて、交代するんだよって普通の声で言った。交代ですか？そう、あの人と。そう言っておばさんは俺の後ろを指さした。誰もいないはずの場所。でも確かに気配だけはある。ずっとあの人ね、ここから出られないの。だから代わりにここに残る人が来ないと出られないんだよ。頭が理解するのを拒否していた。何を言っているのかわからなかった。でも本能的に思った。ここにいたらまずい。俺は財布を出して千円札をカウンターに置いた。釣り、いらないんで。そう言って店の入り口の方に向かって歩き出した。その時後ろから足音が聞こえた。ペタ、ペタ、ペタ、と濡れた靴で歩く音。さっき見た濡れた足跡の音。そいつが俺のすぐ後ろをついてくる。ゆっくり、ペタ、ペタ、ペタ。走り出したら追いつかれる気がして、俺は早歩きで入り口に向かった。自動ドアの前に立つ。ウィーンとドアが開いた。外は相変わらず大雨だった。でも構わず外に出ようとした。その時、後ろから男の声がすぐ耳元で聞こえた。次はあんたの番だ。その瞬間俺は反射的に外に飛び出した。雨の中駐車場を走ってトラックに飛び乗った。エンジンキーを回す。でもエンジンがかからない。キュル、キュルキュル。焦れば焦るほどかからない。バックミラーを見た。ドライブインの入り口の前に誰かが立っていた。雨の中ぼんやりとトラック運転手の格好をした男だった。ずぶ濡れで帽子をかぶってこっちをじっと見ている。顔はよく見えない。でも動かない。ずっとこっちを見てる。何なんだよ。思わず声が出た。するとその男がゆっくりと手を挙げてこっちに向かって手招きをした。戻ってこいって言うみたいに。その時助手席のドアがガチャって音を立てた。鍵は閉めたはずなのに、ギーって音を立てて助手席のドアが少し開いた。誰かが乗り込もうとしているみたいに。俺はもう半分パニックでもう一度キーを回した。キュルキュル、ブーンとエンジンがかかった。俺はすぐにギアを入れて思いっきりアクセルを踏んだ。タイヤが水を跳ねてトラックが前に飛び出す。バックミラーを見た。
だがさっきの男がまだ立っている。でもその横にもう一人立っていた。それは店のおばさんだった。二人並んで雨の中ずっとこっちを見てた。ドライブインの明かりだけがやけに明るくて、その光の中に二人が立っているのがだんだん小さくなっていった。山を越えて次のサービスエリアに着いたとき、俺はまだ手が震えていた。トラックを止めて自販機の前でタバコを吸っていたら、見知らぬ運転手のおっちゃんに声をかけられた。お前もしかしてあのドライブインに入ったのか？俺は黙ってうなずいた。するとおっちゃんはしばらく黙ってからこう言った。後ろ、誰か乗ってきてないか？背筋が凍った。俺はゆっくり振り向いて自分のトラックの助手席を見た。暗くてよく見えない。でも助手席のシートが濡れていたんだ。まるで雨に濡れた誰かがさっきまでそこに座っていたみたいに。おっちゃんが小さな声で言った。多分、お前の後ろ走ってたトラックの運転手だ。え？あそこな、昔事故があったんだよ。雨の日の夜、トラックが一台崖から落ちてな。それから運転手、ずっと見つかってないらしいんだ。それからだよ、雨の夜だけ、あのドライブインにもう一台トラックが来るって話が出たのは。おっちゃんはタバコを捨てて足で踏み消した。多分あいつずっと次の運転手を待ってるんだよ。自分の代わりにあそこに残る運転手をな。だから俺たちはあの店には入らない。後ろにトラックがついてきている夜は特にな。俺は何も言えなかった。その日以来、俺はあの道を通るとき、必ずバックミラーを見るようになった。雨の日の夜、山に入る前、ずっと後ろを走ってくるトラックがいないか確認する。もしずっと同じ距離でついてくるトラックがいたら、俺はどんなに眠くても、あのドライブインだけには絶対に入らない。あそこに入ったら、今度は自分が雨の夜、駐車場に立って、次の運転手を待つ側になるかもしれないから。そしてもう一つ、あの店の前を通るとき、たまに見えることがある。駐車場に止まっているトラックの助手席に、誰も座っていないはずなのに、濡れた人の形だけ浮かんでいるのが。あのキャンプの夜、俺は管理人に言われた一言をまだ覚えている。あっちの店には絶対に寄るな。絶対にだ。理由も説明もなく、ただそれだけを言われたんだ。俺とミノルとアヤの三人で来たキャンプ場は山奥にあって静かだった。昼は川の音が心地よくて、サイトも空いていて、焚き火の準備も順調だった。夕方になり、温度が下がり始めても、特に異常はなかった。ただ、管理棟の前を通りかかったとき、管理人だけが俺の顔をじっと見ていた。君ら、帰りはどっちに降りる？西の道です。管理人は一瞬だけ眉を潜めた。そして地図のある一点を指で押さえて低い声で言った。ここに明かりが見えても絶対に寄るな。昔から戻れなくなるって
言われている場所だ。冗談だろう、と、ミノルは笑った。だが管理人は笑わなかった。目が真剣すぎて冗談には聞こえなかった。その夜俺たちはいつも通り焚き火を囲んだ。ただ薪が弾ける音のたびに綾が何度も後ろを振り返った。理由を聞くと誰かの気配がする、そう言うんだ。確かに木立の奥から時折カサッと乾いた音がしていた。獣かもしれない。だが足音は二足歩行のリズムだった。深夜になる頃、俺は落ち着かない胸のざわつきに耐えきれずテントの外に出た。月明かりの下、木々が妙に同じ位置で揺れている。風が吹いているなら音がするはずだが全くしない。綾の言った気配の意味が少し分かった。翌朝、片付けをして帰る準備をしていると管理人がわざわざこっちへ来た。俺だけを見てまた同じことを言ったんだ。明かりが見えても絶対に止まるなよ。あの店は帰り道じゃない。その言い方がどうしても頭に残っていた。そしてその日の帰り道、山を降りるカーブを曲がった時、斜面の向こうに黄色い明かりがぼーっと浮かんだ。どう見てもドライブインだった。明かりが見えた瞬間、車内の空気がガラッと変わった。ミノルは、腹減ったし、寄ってみようぜ。と言ったが、綾はシートベルトを握りしめたまま動かなかった。俺は管理人の顔を思い出していた。あの真剣な目、理由を言わなかったあの言い方。だが車は自然と減速し、気づけば駐車場に入り込んでいた。敷地の境界に明らかに新しくない白い杭が並んでいた。一本だけ泥で下の方が黒く染まっている。建物は古びてはいたが、窓だけは不自然に明るい。蛍光灯の白さではなく、提灯のような黄色い光。外の空気は昼より冷たく、湿った空気が胸の奥にまとわりつく。中に入った瞬間、三人とも足を止めた。匂いが店の匂いじゃなかった。出汁や油の匂いではなく、湿った土の下に沈んでいった匂いだった。それが天井から降りてくる。客は一人もいなかった。だが奥のテーブル席に水の入ったコップが3つ置いてある。ちょうど俺たち3人分。水滴が落ちる音だけが店全体に響いていた。厨房からは鍋をかき混ぜる音がする。金属が擦れる音で一定のリズムではない。何か重たいものが鍋の底に沈んでいて、
それを引き剥がすような力の入った音だった。誰かいるよな。ミノルが声を潜めた。しかしカウンターの奥に人影はなく、のれんの向こうも暗いままだった。音だけが続く。あやがテーブルに置かれたコップを指さした。これ、今置いたみたい。確かに水面は揺れていた。誰かが手を離して数秒も立っていないような揺れ方だった。店内の壁には古い張り紙があり、文字はほぼ読めない。ただ一つかろうじて読める紙があった。戻らぬもの、迷い込むもの、坂の明かりに惹かれるもの。あやが息を飲んだ。俺もミノルも自然と視線を合わす。すべて管理人が言っていた方向の話に重なっている。その時、厨房の鍋をかき回す音が突然止まった。静寂が落ちた後、のれんが一人でに揺れた。誰も触っていないのに、風もないのに。ゆっくりとのれんの下から影が伸びてきた。指の形をしているようにも見えるが、形が一定せず、床の上で揺れていた。ただ一点だけはっきりしていた。その影は俺たち三人の足元にまっすぐ向かってきていた。影は床の上を滑るように伸び、三人の足元で止まった。踏んでいないのに靴底に冷たさがじわりと染みてくる。影というより湿った何かが薄く広がっている感覚だった。ミノルは椅子を蹴り飛ばす勢いで後ずさった。あやは声を出そうとして喉を押さえて肩を震わせていた。俺は影が向かってくるその位置が俺たち三人の真ん中ではなく、俺の足元だけに濃く寄っていることに気がついた。厨房ののれんがまた勝手に揺れた。列を乱したように数回震え、その隙間から白い線のようなものが覗いた。細長い、人の指に近い形だが、関節の影がどこにもない。棒のような指が床をなぞるようにゆっくり動いていた。おい、帰ろう。本当にやばい。ミノルの声はかすれていた。だが出口の方へ一歩動いたとき、店内の照明が一瞬だけ赤みを帯びた。次の瞬間には元の白い光に戻ってはいたが、その一瞬で店内の客席が満席になっていた。さっきまで誰もいなかった席に背中を丸めた黒い影がずらりと座っている。全員が無言で同じ方向を向いている。顔は見えない。首の角度が全員全く同じだった。あやが泣き声で囁いた。管理人が言ってた。
戻らなくなるって、これなの？ミノルは答えられなかった。もちろん、俺もだ。ただ理解した。この店に入った時点で、俺たちは帰り道じゃない方へと足を踏み入れていた。その時、厨房の鍋が黒く泡立つ音がした。音というより何かがうごめく気配。のれんがゆっくりと持ち上がり、奥の暗がりから白い影が這い出してきた。肩幅も腰もなく、ただ人の上半身だけを無理やり縦に伸ばしたような形。顔は影に埋もれ、どこが目かもわからなかった。それが床を滑るように進み、俺たちの方へと向かってくる。三人とも固まった。逃げれない。動けば影がまとわりつく。その瞬間、店の奥の壁に貼られた張り紙が風もないのに揺れた。紙の端がめくれ、隠れていた文字が見えた。選ばれた者、一人連れて帰る。俺の足元の影が濃く脈打った。影が俺の足元だけで濃く脈打ち始めた瞬間、空気が一段沈んだんだ。床は乾いているのに、足首のあたりだけ冷たい水の中に突っ込んだような感覚がある。ミノルが俺の腕を掴んで後ろへ引こうとしたが、その手ごと影に阻まれ、皮膚の表面に薄い膜が張るように抵抗された。ミノルの声が震えていた。お前だけ狙われてる。アヤは泣きながら首を振っていた。ダメ、出ようよ。ねえ、お願い。だが出口のガラスには無数の手形が浮かび上がっている。手形はすべて俺の肩の高さで止まり、じわりとにじんで重なっていく。外からも何かが俺を挟むように待っているのが分かった。客席の黒い影たちが一斉に立ち上がった。揃った動きで、揃った速度で、揃った角度で。首だけをこちらに向けている。全員俺の位置を正確に見ている。厨房から這い出してきた白い上半身の影が床を滑る音もなく近づいた。顔の位置はわからないのに、まっすぐ俺を見ているとわかった。影の細い指が俺の足首に触れた。触れられた瞬間、膝から上の感覚が一度途切れた。重さの位置が変わり、体の中に他の何かが入り込んでくる。胸の奥で低く湿った声がした。見つけた。その瞬間、ミノルが叫んだ。来るな、離せ。だが、俺の体は下へ引かれていく。床の影に沈み込むように足が少しずつ埋まっていく。引き上げようとしても影の膜が全身を締め付ける。
綾が俺の手を掴んで引こうとした。だがその指が俺の手に触れた瞬間、叫んで手を離した。俺の手の甲に黒い手形が浮かんでいたんだ。まるで、お前は渡さない、と刻まれたように。冷たいものが背中に張り付き、肩の内側へと潜り込んでくる。呼吸の音ではない。俺の胸の奥から響く別の息が喉の裏を震わせた。帰るよ。連れて行くから。俺の口が勝手に動いた。声は俺のものではなかった。実と綾の顔が歪む。その視線の中で俺の影がもう一つ増えていた。足元に俺と同じ形の黒い影が重なっている。影だけが先に動いている。次の瞬間、店の照明がすべて落ちた。暗闇の中、俺の耳元にだけ声が落ちた。お前は返さない。気がついたとき、店の外、駐車場に立っていたのは、実と綾だけだった。俺の姿はどこにもなかった。ただ、店のガラスに一つだけ手形が残っていた。肩の高さで、俺の手の大きさと全く同じ場所に。あの店には、寄ったら最後の席が一つだけあった。それが俺だった。今思い返すと、あのドライブインに入った時点で、もう終わっていたんだと思う。あの日は仕事が長引いて帰りが深夜になった。山道を抜けるルートで家まであと1時間ほど。腹が減っていたというより集中力が切れていたんだ。何か温かいものを口に入れたかった。そんな時、道の脇に古いドライブインの看板が見えた。照明は弱く、文字も色あせている。それでも営業中とだけははっきりと分かった。駐車場に車を入れると、他には一台も止まっていなかった。妙に静かだったが、店内には明かりがついている。ガラス戸を開けると鈴の音が鳴った。中は思ったよりも広く、テーブル席がいくつも並んでいる。だが、客の姿はなかった。厨房の奥から足音が聞こえた。年配の男性が一人、無言で出てきた。まだやってますか？そう聞くと、男は一瞬だけ俺の後ろを見た。そして短くうなずいた。案内されたのは入り口近くの席ではなかった。店の一番奥、窓際の少し暗い席だった。そこへどうぞ。言われるまま座ったが違和感があった。周りの席にも
箸も水も何も置かれていない。なのに俺の前だけ最初から全部揃っていたんだ。まるで最初から俺が来ることを知っていたみたいに。男は注文も取らずにそのまま厨房へ戻った。店内には俺の咀嚼音とどこかで鳴る時計の音だけが残った。その時ふと気づいた。この店は外から見た時より奥が長い。しばらく待っても誰も来なかった。水は減らない。厨房から音もしない。それなのに店の奥だけが妙に落ち着かなかった。視線を動かすと俺の座っている席のさらに奥に通路があるのが見えた。さっき入った時には気づかなかったはずの通路だ。壁だと思っていた場所が少しだけ引っ込んでいる。その先は暗く照明が届いていない。目を凝らしていると通路の奥で何かが動いた気がした。人影のようにも見えたがはっきりしない。ただこちらを向いているのは分かった。その瞬間背中に嫌な汗がにじんだ。すいません。声を出したつもりだったが自分の声がやけに遠く聞こえたんだ。もちろん返事はない。代わりに厨房の方からカチャッと音がした。そして年配の男が無言で出てきた。手には盆に乗せた定食があった。俺の前に置くと男は言った。全部食べて。それだけだった。料理の見た目は普通だった。湯気も立っている。だが箸を持つ手がなぜか震えた。一口食べた瞬間味がわからなかった。熱いはずなのに舌が何も感じない。視線を上げると男がまだ立っていた。俺の横、通路の入り口を塞ぐような位置で。逃げ道を塞がれている。そう思った。無意識に奥の通路を見てしまった。さっきより近い。何かが少しだけこちらに寄ってきていた。俺は箸を置いた。もう一口も喉を通らなかった。男は俺の皿を見下ろしたまま動かない。すいません。もう帰ります。そう言った瞬間、男の視線が初めて俺の顔に向いたんだ。その目が異様だった。焦点が合っていないんだ。俺を見ているというより数を確かめている、そんな目だった。まだ。低い声でそれだけ言われた。同時に奥の通路から椅子を引く音がした。一つじゃない、
2つ、3つ。誰も座っていなかったはずの席で確かに音がしている。男が通路の方へ顎で示した。奥、開いてる。その瞬間、わかった。ここは閉店後の店ではない。席が足りなくなった店だったんだ。俺は椅子を蹴るように立ち上がり、男の横を無理やり通り抜けた。鈴の音が鳴り、外の冷たい空気が流れ込んだ。俺は足早に車に飛び乗り、エンジンをかけた。バックミラーを見ると、ガラス越しに店の奥が見えた。暗い通路の先、びっしりと並んだ席。その一番手前に俺の席だけが空いたままだった。そして帰宅してから気づいた。財布の中に見覚えのない食券が一枚入っていた。印字されていたのは時間でも金額でもない。次、それだけだった。あの店は今も営業している。閉店後に客が来た時だけ。その夜は残業で帰りが遅くなった。時計を見ると午前1時半。腹が減ってどうしようもなくなって、国道沿いのドライブインを探して車を走らせた。その夜は霧が出ていた。ヘッドライトに照らされた白い粒が確かに舞っていた。店の明かりが見えたのはもう参道に入る直前だった。営業中と看板が灯っていた。でもこの時間にやっている店なんて見たことがなかった。中に入ると油の匂いと古い木の床。厨房の奥から湯気が上がり、カウンターには年配の男が一人無言で立っていた。メニューを開こうとしたが、何度めくってもカレーライスしか載っていないんだ。それでいいですか？低い声でそう言われ、俺はしぶしぶうなずいた。湯気の立つカレーがすぐに出てきた。ルーが少し焦げたような香りがして、スプーンを入れると湯気の中で銀色が揺れた。味は驚くほどうまかった。懐かしいというより、前に食べたことがある、そんなような味だった。食べ終わると男がレジにレシートを差し出した。500円です。古いレジの音がとなる。レシートを受け取ったとき、日付の欄が目に入った。平成25年10月2日。今は令和4年だ。一瞬印字ミスかと思った。けれど
帰り道に後部座席からカレーの匂いがし続けていたんだ。平日の昼、気になって仕方がなくなった。夜に行ったあのドライブインを明るい時間に見てみたくなった。昼の国道は人も車も多い。霧もなく、あの夜の不気味さはどこにもなかった。だが、目的の場所に着いた瞬間、思わずブレーキを踏んだ。そこには何もなかったんだ。いや、正確にはあった。けれど、それは焼け跡だった。黒く焦げたコンクリートの基礎。鉄骨がねじれ、風に錆びた匂いを放っていた。看板の残骸には、かすかに、レストラン〇〇と文字が残っている。間違いなく、昨日入った店だった。だが、どう見ても、営業どころか、建物自体がもう存在していないんだ。俺は近くのガソリンスタンドに寄って、店員に聞いてみた。ああ、あそこはね、もうだいぶ前に火事で焼けたんですよ。淡々とした口調だった。夜中にね、厨房から出火したみたいで、亡くなった方もいたらしいんですよ。俺は言葉が出なかった。だって、ポケットの中にまだ昨日のレシートが入っていたんだ。取り出してみると、くしゃくしゃになった紙に、ドライブイン、さくらと印字されている。ガソリンスタンドの男が、それを見て目を細めた。それ、懐かしいなあ。10年以上前のお店ですよ。そう言われた瞬間、指先から汗がにじんだ。確かに俺は昨日あの店に入った。あの男が出したカレーを食べた。湯気の熱もスプーンの重さも覚えている。なのに現実の世界にはあの店はもう存在していなかった。その晩、家に帰っても落ち着かなかった。コンビニの明かりもテレビの音もどこか現実味がなかった。食卓に座り、昨日のことを思い出そうとした。だが、思い返すほどにおかしい。カレーの皿の色も、スプーンの形も、どうしても記憶がはっきりしない。けれど、味だけは覚えていた。あの焦げたような香ばしい味。机の上にレシートを置いた。平成25年10月2日深夜2時13分。印字は消えかけていたが、間違いなく昨日の時間と同じ2時13分だった。嫌な偶然だと思いながら、スマホでドライブイン、さくら、火事と検索した。出てきたのは10年前の地方新聞の記事。深夜2時、ドライブインで火災。店主を含む2名が死亡。日付は
平成25年10月2日。手の中でスマホが滑り落ちた。俺が食べた時間とその火事が起きた時間が全く同じだった。胸の奥が冷たくなる。もう一度あのレシートを見ようとした瞬間、テーブルの上にシミができているのに気づいた。レシートの下から油のような茶色い液体がじわりと広がっている。鼻を近づけるとあのカレーと同じ匂いがした。手を引いた瞬間、髪が勝手に裏返った。そこには文字が浮かんでいた。印字ではない。インクがにじむようににじんで現れた文字。そこには、また食べに来てね。指先が震えた。慌てて立ち上がった拍子に、部屋の隅に置いてあったゴミ袋がかさりと動いた。中を覗くと、昨日捨てたはずのカレーの皿が入っていた。皿の上には焦げたスプーンがまだ温かいままだった。あれは夜中に一人で高速を走っていた時の話だ。仕事が長引いて帰りが深夜になった。眠気を飛ばすためにラジオをつけっぱなしで走っていた。参道に入ったあたりで古いドライブインの看板が見えた。黄色の字に赤文字。電球は半分以上切れていて、店名も途中までしか読めなかった。それでも営業中とだけは分かった。正直腹は減っていた。だが看板の下に立っている建物を見た瞬間、嫌な感じがした。駐車場は広いのに車は一台も止まっていない。それなのに店内の照明だけが不自然に明るかった。入り口のガラス越しに中が見えた。客席はある。椅子もテーブルも揃っている。ただ誰も座っていない。人の気配がまるでしなかった。それだけならただの古い店だ。だが入り口のドアが少しだけ開いていた。風もないのにゆっくりと揺れていたんだ。その瞬間、理由もなく思った。ここは入っちゃいけない。喉が渇いていたのに体が前に進まなかった。ドアの向こうを見ていると、奥の厨房の暗がりがやけに深く見えた。光があるはずなのに、そこだけ黒く沈んでいる。結局俺は車に戻った。エンジンをかけ、バックミラー越しに店を見た。ドアはさっきよりも大きく開いていた。だが誰かが出てくる気配はなかった。それでも見られている気がして、俺はアクセルを踏んだ。
しばらく走ってからミラーを確認した。ドライブインはもう見えなかった。代わりに胸の奥に妙な重さだけが残っていた。この時は変な店だったなぁと、それだけで済ませていた。まだこの先で起きることを何も知らなかったからだ。その夜はそのまま何事もなく家に着いた。風呂に入って飯を食っていつも通りに寝た。あのドライブインのことは頭の片隅に追いやられていた。その異変に気づいたのは翌日の昼だった。会社で同僚に何気なく昨夜の話をした。夜中にさ、参道で変なドライブインを見つけてさ。そう言った瞬間、同僚の顔が固まった。冗談を聞いた時の反応ではなかった。どこにあったのかを聞かれ、高速の出口や看板の色、文字が欠けていたことを説明した。すると同僚が低い声でこう言った。あそこ、もうねえぞ。数年前に火事があって建物ごと取り壊されたらしい。営業をしているはずがない。そう言われた。俺は笑って否定した。昨夜、確かに見た。明かりもついていたし、入り口も開いていた。同僚はそれ以上何も言わなかった。ただ気まずそうに話題を変えた。その日の帰り道、無性に気になって昨夜と同じルートを通ってみた。まだ明るい時間帯だった。例の看板が立っていた場所に来た。だが何もなかった。看板も建物も駐車場もない。更地になっていて草が伸びているだけだった。俺は車を止めてしばらく立ち尽くした。間違えるはずがない。道もカーブの位置も一致している。足元を見ると草の中に踏み固められた跡があった。それは最近誰かが歩いたような跡だった。背中にじっとりと汗が浮いた。俺は確かにそこに入らなかった。それなのに、まるで来たことを前提に場所が残っているように見えた。俺は車に戻り、エンジンをかけた。ラジオをつけると、昨夜と同じ番組が流れていた。時間帯は全然違うはずなのに、嫌な予感が胸の奥ではっきりと形になり始めていた。その夜俺はほとんど眠れなかった。目を閉じるとあの開いたドアが目に浮かぶ。中に入らなかったはずなのに、中を知っている気がして仕方がなかった。深夜、喉が渇いて起きた。台所へ向かう途中、ふと玄関の方が気になった。
理由はない。ただ、見なきゃいけない気がしたんだ。玄関の靴箱の前で体が止まった。見覚えのない靴が一足置いてあった。汚れたスニーカー、そこに乾いた泥がこびりついている。俺は一人暮らしだ。誰かを入れた覚えなんてない。俺はしゃがんで靴の裏を見た。そこには草と土が絡みついていた。昼間に見たあの更地と同じ色だった。背中が冷えた。俺はゆっくり靴箱の中を確認した。自分の靴が一足だけ増えている。サイズも形も俺が履いているものと同じだった。その瞬間、はっきりと分かった。俺は入らなかったんじゃない。入って出てきたつもりになっていただけだ。頭の中で明るい店内が完成した。誰もいない客席、奥がやけに暗い厨房、開いたままのドア。そこで一人分足りない、そんな感覚が胸に落ちた。玄関の靴がいつの間にか俺の靴と同じ向きに並んでいた。それ以来、夜中に目が覚めると玄関の方から椅子を引くような音がする。今もあそこに戻る席はちゃんと残っている。心霊スポット巡りの帰りに寄ったあのドライブイン。思い返すたびに俺はあそこに入った時点で終わっていたとしか思えなくなる。その夜、俺と遠藤と工藤、そして田口の4人は郊外の古い廃集落を目指していた。地図にもほとんど情報が載っておらず、地元民の話でも近づかない方がいいとされる場所だった。道路沿いには空き地が並び、窓はどれも黒く、誰かが覗いていそうな、そんな気配がずっとつきまとっていた。廃集落の中心には小さな神社の跡があり、鳥居は半分倒れ、祠は土に飲まれかけていた。俺たちは懐中電灯で照らしながら奥に進んだ。風がないのに竹林だけが揺れていた。その揺れ方が不自然で、4人同時に足を止めた。田口が突然後ろを振り返った。今、足音したよね。そういう声は震えていた。だが、工藤はライトを振りながら、獣だろうと軽く流した。それでも暗闇の向こうから聞こえた音は二足歩行のそれだった。重さが人間に近い。一定のリズムで土を踏む気配が途切れず続いた。祠の裏に回ったとき、遠藤が小さく息を飲んだ。何かを見たのか手が震えている。
問いかけても答えず、ただ一点だけを凝視していた。後で本人に聞いても、その部分だけ記憶が抜けている、そう言われた。嫌な空気のまま戻ろうとしたが、来た道が分かりづらく、少しだけ迷った。その間ずっと俺たちの後ろから一定の距離を保つ何かの気配だけがついてきていた。ようやく道路に出たとき、田口は小刻みに震えていた。ねえ、ちょっとどっかに寄ろう。その声を聞いた瞬間、俺たちの視界に小さな明かりが見えた。山のカーブの先、ポツンと浮かぶ古びたドライブインの明かりだった。4人とも心の奥底でこう思った。あそこにさえ寄らなければと。駐車場に車を止めた瞬間、エンジンの音が不自然に長く尾を引いた。切ったはずなのに低いうなりが一拍遅れて消える。4人とも何も言わずに、ただ顔を見合わせた。建物は古い。看板の文字は剥げ、店名は読めなかった。それでも中は明るく、ガラス越しに人影が動いているのが分かった。営業している。少なくともそう見えた。中に入ると空気が妙に湿っていた。冷房の効いた感じではなく、洞窟に近い。床は乾いているのに、足の裏だけがじっとりとする。客はまばらだった。カウンターに2人、奥のテーブルに1組。全員うつむいたまま顔を上げない。店員の姿は見えず、厨房から食器の触れ合う音だけが聞こえていた。田口が俺の袖を引いた。ねえ、さっきから後ろ見られてない？振り返っても誰もこちらを見ていない。なのに視線だけが残っている感覚が消えなかった。工藤が水を取りに行こうと立ち上がった瞬間、カウンターの客が同時に顔を上げた。動きが揃いすぎていて人間の反応ではなかった。その顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。目は合っているのに誰の視線とも噛み合わない。焦点が俺たちの後ろに合っている。遠藤が小さく息を吸い、震える声で言った。まだついてきてる。意味を聞き返す前に、厨房の奥で何かが落ちる音がした。金属が転がる乾いた音。続いて床を擦るような重い音が近づいてくる。のれんの下から影がにじみ出した。人の形に見えるが、視界が曖昧で床に溶けている。影は入り口の方向ではなく、一直線に俺たちの席へ向かって伸びてきた。田口が声を押し殺してこう言った。あれ、さっきの場所で感じたのと同じ。心霊スポットで背後にいた何か。それが形を変えてここまで来ている。俺ははっきりと
理解した。この店は逃げ込む場所ではない。追いつかれるための場所なんだ。影は床を這うように伸び、俺たちの足元で止まった。触れていないのに空気だけが一段重くなる。息を吸うと喉の奥に鉄の味が残った。工藤が立ち上がろうとした瞬間、影が跳ねた。床から壁へ、壁から天井へと張り付き、店内の明かりを歪める。照明の輪郭が伸び、客たちの影が同時に揺れた。その客たちがゆっくりと席を立った。足音はしない。代わりに服の擦れる気配だけが近づいてくる。顔は見えない。首の角度が一定で、視線が俺に集まっているのだけは分かった。遠藤が俺の腕を掴んだ。その力が強すぎて指の感覚が残る。来てる。俺じゃない。お前にだ。理由を聞く前に背中に冷たいものが触れた。服の内側をなぞるようにゆっくりと。触られた場所だけ音が遠のく。工藤の声も田口の息遣いも別の部屋から聞いているようだった。田口が叫ぼうとして声が出なかった。口は確かに動いているのに音だけが抜け落ちているんだ。その代わり店内の奥で低い呼吸音が重なった。ふふと同じリズム。心霊スポットで聞いた足音と同じ感覚だった。俺の視界の端で遠藤が首を振った。何かを見ないようにしている。影が俺の肩に集まり形を結び始めた。人の上半身に近いが顔の位置が定まらなかった。目があるはずの場所が何度もずれる。工藤が俺を引っ張った。外だ。今なら離れる。その瞬間、店の入り口のガラスが曇った。外から手形がゆっくりと浮かび上がる。数は一つなんてもんじゃない。重なり合い、俺の肩の高さで止まったんだ。田口が震える声で言った。選ばれてる。なぜ俺なのかはわからなかった。ただ背中の冷たさがもう触れている段階を過ぎていることだけはわかった。そして影は俺の影と重なった。影が俺の影と重なった瞬間、体の輪郭が一度だけぶれた。自分の腕なのに重さの位置が合わない。肩から先が俺ではない何かに引っ張られていく感覚だけが残った。工藤が引き戻そうと俺の腕を掴んだが、その手ごと影が吸い寄せられた。指のかかりが空を掴んだように軽くなり、工藤は驚いた顔で手を離した。触れているのにつかめない。影の表面がまるで膜のように
俺を覆っていた。客たちが一斉にこちらへ向き直った。顔は見えないのに、全員の視線だけが俺に集まっていた。目があるはずの位置が空洞のように暗く沈み、奥の方で何かが動いた。田口が泣きそうな声で、もう出ようよ、と言い、遠藤は俺の背中に手を当てた。だが、背中に触れた遠藤の手が俺の皮膚に吸い込まれかけた。すぐに引き戻したが、その手のひらには黒い影の跡が薄く残っていた。店内の照明が一度だけ明滅し、奥から聞き慣れた音が響いてきた。心霊スポットで聞いたあの二足の足音。後ろをついてきた何かが形を持ってここに来ている。入り口のガラスが曇り、無数の手形が現れた。それらはすべて俺の肩の高さで止まり、じわりと滲んで形を変えた。その中心が俺だった。その瞬間、工藤が叫んだ。おい、走れ！このままじゃ。言葉の続きを聞く前に、俺の首筋に冷たい重さが落ちた。影の手のようなものがまるで乗ったかのように、体の重心が引きずられ、視界が暗くなる。そして耳元で低い声がした。ずっと見てたよ。心霊スポットで後ろに立っていた何か。あれが最初から俺を見ていた。次の瞬間、体が勝手に動き出した。自分の足なのに歩幅が自分のものではない。歩くたびに何かが肩の中に入り込んでくる。工藤が腕を掴んで引き止めたが、俺の体は微動だにしなかった。笑い声とも呼吸ともつかないという音が俺の胸の内側から聞こえてきた。俺は口を開いた。動かしているのが俺じゃないとはっきりと分かった。その口から出た声は自分の声帯を使っているのに知らない誰かの声だったんだ。帰るよ。お前らもついてきたろ。工藤も遠藤も田口もその場で固まった。声が俺の声じゃなかったからだ。気づくと店の入り口の手形が一つだけ残っていた。俺の肩の位置と全く同じ高さで。今も時々肩が重くなる。誰も後ろにいないのに呼びかけるような息が耳元にかかる。あの夜ついてきた何かはまだ俺の中にいるんだ。あれは今から2年くらい前のことです。大学時代の友人と3人で深夜のドライブに出かけたんです。
大した目的があったわけではありません。その日は金曜の夜で仕事終わりに集まって、誰かが、海でも見に行くか、と言い出して、なんとなくそのまま高速を使わず下道で県境の方まで走ることになりました。メンバーは運転していたのが匠、助手席に私、後ろにシンジ、この3人でした。匠は昔から運転が好きで、シンジは怖がりなくせに階段が好きで、私はそういう2人に付き合っているだけという感じでした。夜の11時を回る頃には街の明かりもだいぶ少なくなってきていて、道路沿いの店もほとんど閉まっていました。コンビニの明かりを最後に見たのがいつだったのか思い出せないくらい賛同ばかりになっていたと思います。腹減ったなぁ、と後ろからシンジが言いました。さっきコンビニ寄ればよかったのに。私がそう言うと、シンジは少し不満そうに、だって、もうちょい走ればなんかあるって言ったじゃん。と、匠に文句を言いました。匠は笑って、ナビ見たら、この先に店っぽいのあるぞ。と、答えたんです。私はその時、ちらっとカーナビの画面を見ました。青黒い地図の上に細い参道が一本伸びていて、その先に小さなフォークとナイフのマークが出ていました。店の名前も表示されていました。ドライブイン三崎。聞いたことのない名前でした。こんな山の中に？私がそう言うと、匠は肩をすくめて、昔からある店なんじゃない？と言いました。シンジは後ろから身を乗り出して、逆にいいじゃん。そういう古いドライブイン、俺好きだわ。なんて言っていました。でもそのあたりから少しずつ変な感じがあったんです。道路はずっと同じような参道なのに、ナビの到着予定時刻がなかなか縮まらない。5分。次に見ても5分。また少し走ってもまだ5分。これ、ちゃんと近づいてる？私がそう言うと、匠も少し気になったのか、画面を見て、あれ？と小さく言いました。確かに進んではいるんです。車の現在地の矢印は動いている。でも、目的地までの距離だけが妙に曖昧というか、一定のまま張り付いている感じがしたんです。シンジが半分ふざけて、それ、あれじゃない？つかないやつ。と言いました。何それ？階段にあるじゃん。ナビに従ってたら変なとこに連れて行かれるやつ。私は笑おうとしたんですが、その時フロントガラスの向こうに急に明かりが見えました。参道の先、右カーブを抜けた先に黄色っぽいぼんやりとした明かり。あまり明るくない。でも確かに営業中の店の明かりでした。お、あった。匠が少し嬉しそうに言って車を減速させました。道沿いに開けたスペースがあって、そこに古い平屋の建物が建っていました。色あせた看板。ところどころ文字が剥げていて、それでもかろうじて読めました。ドライブイン、三崎。確かにナビの表示と同じでした。駐車場は広めでしたが、車は一台も止まっていません。夜中だから不思議じゃない。そう思ったんですが、店内に明かりはついていて、入り口の横には営業中の札も下がっていました。ただ妙に静かでした。山の中だから静かなのは当然なんですけど、そういう静けさではない。虫の声とか
風の音とか、遠くの川の音とか、そういう夜の音が何も聞こえないんです。エンジンを切った瞬間、それがよくわかりました。シンとしていました。シンジが小声で、なんか、やだな、と言いました。さっきまで調子に乗っていたくせに、こういう時だけは敏感なんです。匠は気にせずにドアを開けて、早く行こうぜ、と先に降りました。私も続いて降りましたが、空気が妙に冷たかったのを覚えています。季節は初夏だったはずなのに、その店の周りだけ秋の終わりみたいな冷え方をしていました。入り口の自動ドアはありませんでした。ガラスの引き戸で、匠が手で横に開けると、鈴が一つ、チリンと鳴りました。その音だけが妙にはっきりと耳に残りました。中は思ったより広かったです。4人掛けのテーブルがいくつかあって、壁際には古い漫画本の棚、窓際にはカウンター席、レジの横には厨房につながる小窓がありました。昭和の名残がそのまま残っているような古いドライブインでした。けれど、店員がいない。すいません、と、匠が声をかけると、少し間があってから厨房の奥の暗がりから女の人が出てきました。50代か60代くらい。痩せた人でエプロンをつけていて、髪は後ろで雑に束ねていました。いらっしゃい。そういった声は普通でした。でも、顔色がやけに悪かった。寝不足とか、そういう感じではなくて、古い写真みたいに色が薄いんです。まだ大丈夫ですか？と私が聞くと、女の人は、ええ、とだけ言って、メニューを3冊無言でテーブルに置きました。メニューは想像以上に普通でした。カレー、ラーメン、生姜焼き定食、焼きそば、親子丼。そういう、いかにもドライブインらしいものばかり。値段も安かったんです。シンジが、なんか、逆に当たりの店っぽいな、と言って、少し安心したように笑いました。私もその時は、ちょっと考えすぎだったかな、と思いました。3人とも温かいものを頼むことにして、私は味噌ラーメン、匠はカツカレー、シンジは肉うどんを注文しました。女の人は一度うなずいて、厨房の奥へ戻っていきました。その背中を見ていて、私は一つだけ妙なことに気づいたんです。足音がしなかったんです。床は古くて歩けばきしみそうなのに、あの人は音を立てなかった。なあ。シンジが急に小さな声で言いました。この店、なんか変じゃない？今さら？いや、そうじゃなくてさ。シンジは窓の方を見ながら、車、なかったよな、と言いました。うん。なのに、外に誰か立ってるんだ。それを聞いて私と匠は同時に窓の方を見ました。窓ガラスの向こう、駐車場の端、街灯もない暗い場所に人影が一つ立っていました。男か女かもわからない。ただ、こちらを向いている。立っているだけ。客かな？匠がそう言いましたが、店に入ってくる様子はありません。そのままじっとこちらを見ている。シンジは明らかにビビっていて、いや、あれおかしいだろ、と声を震わせていました。私は立ち上がって、もう少しよく見ようと窓に近づきました。すると人影は、スッと横に動いて、
店の裏手に消えました。走ったわけでもなく、歩いた感じでもない。暗闇に溶けるみたいに横に流れていなくなったんです。その時でした。すぐ後ろで女の人の声がしました。窓には近づかない方がいいですよ。驚いて振り返ると、いつの間にか店員の女が料理を持って立っていました。湯気の立つ器を3つ、無表情のままテーブルに置いていきます。私は思わず、今、外に人が、と言いかけました。でも女の人はそれを遮るように静かな声で言いました。夜は窓の外を見ない方がいいんです。それだけを言って、また厨房へと戻っていきました。3人ともしばらく黙っていました。匠が苦笑いして、変わった店員さんだな、と言ったんですが、その顔も少し引きつっていました。私は箸を割ってラーメンを一口すすりました。味は普通でした。ちゃんとあったかい。むしろ少しほっとするくらい普通の味でした。けれど、シンジだけは箸をつけませんでした。どうかした？そう聞くと、シンジはうどんの丼を見たまま、これ、とだけ言いました。何？見て。シンジがそっと指をさしたので、私も器を覗き込みました。うどんのつゆの表面に天井の照明が映っていました。その横にもう一つ、誰かの顔みたいなものがぼんやりと映っていたんです。私たち3人の位置からして、そんな角度で顔が映るはずがない。しかも、それはシンジの真後ろから覗き込んでいるように見えました。おい。匠が息を潜めました。シンジがゆっくりと振り返ります。誰もいません。でももう一度丼を見ると、その顔はなくなっていました。その瞬間、店の奥の壁にかかっていた古い時計が、ボンと一回だけ鳴りました。時刻を見ると、午前2時ちょうどでした。そしてカーナビの画面が何の前触れもなく点灯しました。車のエンジンは切ってあるのにです。店の入り口から見える駐車場の車内で、ダッシュボードの光だけが青白く浮かんでいました。その光が誰かを呼んでいるみたいに見えました。シンジがかすれた声で言いました。なあ、もう帰ろう。その時、厨房の奥から店員の女の人がはっきりとした声で言ったんです。今はまだ外に出ない方がいいですよ。その言い方が忠告というより、まるで決まり事を告げるみたいで、私はその時初めて、ここはただの古いドライブインじゃない、そう思いました。私たちは食事を途中でやめることもできず、かといって落ち着いて食べることもできず、ただ黙って座っていました。店の中は相変わらずしんと静かでした。冷蔵庫のモーター音も換気扇の音も厨房の調理の音も聞こえない。なのにテーブルの上にはちゃんと湯気の立つ料理が並んでいる。そのこと自体がだんだん気味悪く思えてきました。匠が小さな声で、今のどういう意味だと思う？と聞きました。私は答えられませんでした。シンジはさらに小さい声で、午前2時までは出るなってことなんじゃないかな、と言いました。もう2時だけど。じゃあ2時がまずいんじゃないの？会話の内容が完全に階段のそれで、
普段なら笑って終わるはずなのに、その時は誰も笑えませんでした。私は気を紛らわせたくて、テーブルの端にあった卓上調味料や壁の張り紙を見ていました。メニューの写真、手書きの本日のおすすめの札、観光地の古いポスター、その中に一枚だけ違和感のある張り紙がありました。レジの横、白い紙に黒い文字でこう書いてあったんです。窓の外の人影に声をかけないでください。私は思わず立ち上がってそれを見に行きました。紙は新しく見えました。黄ばんでもいないし、最近貼られたような感じでした。後ろから匠も来て、何これとつぶやきました。その時、厨房の奥から女の人が出てきました。さっきと同じ無表情。でも今度はどこか疲れたような、諦めたような顔に見えました。私は意を決して聞きました。この張り紙ってどういう意味ですか？女の人は少しだけ黙ってから静かに答えました。声をかけると入ってきます。それだけでした。冗談を言っている風でも、脅かそうとしている風でもありません。あまりにも当たり前のことみたいに言うので、逆に何も返せませんでした。匠が無理に笑って、誰がですか？と聞きました。ですが女の人はその問いには答えませんでした。代わりに私たちの順番を見て、最後にカーナビの方向へ目を向けました。あなたたち、あれに連れてこられたんでしょう。その言い方に私はゾッとしました。ナビに案内された。確かにそうです。でも普通なら、ナビを見てきたんですね、というはずです。連れてこられた。その言い方は、まるで意志のあるものに導かれたみたいで、どうしても引っかかりました。どういうことですか？と私が聞くと、女の人は少し迷うように目を伏せ、それから店の奥にある窓の方を見ました。ここは来る人が決まっている時があるんです。決まってる？道に迷った人、帰る場所が定まらなくなった人、あるいは呼ばれた人。シンジが椅子のきしむ音を立てて立ち上がりました。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。意味わかんないって。女の人はシンジを見ても特に反応しませんでした。昔この道は今よりずっと使われていました。トラックも長距離バスも夜通し走っていた。その頃、この店は本当に繁盛していたんです。その声は平坦でしたが、どこか遠いものを見ているようでした。でも、山の向こうに新しい道路ができて、ここを通る車は減りました。事故も増えたんです。眠気でハンドルを切り損ねたり、ガードレールを越えたり、そういう話が出るたび、なぜか同じ話が残った。女の人は少しだけ声を落として言いました。事故の前にこの店に寄ったと言うんです。背中が冷たくなりました。でもこの店は、女の人はそこで言葉を切りました。そしてゆっくりとこう続けました。10年前に一度閉めています。誰も何も言えませんでした。店は今開いている。私たちはここにいる。温かい料理も食べている。なのに10年前に閉めた。それはつまりどういうことなんだろう。閉めたってどういうことですか？
ようやく私が聞くと女の人は少し首を傾けて、火事があったんです、と言いました。その一言で店の空気がまた少し冷えた気がしました。夜中の厨房で火が出て、店主夫婦が亡くなりました。私はその時ここで働いていたんです。私は思わず女の人の顔を見ました。じゃあ、私は生きていますよ。そう言って女の人はかすかに笑いました。でもそれは安心できる笑い方ではありませんでした。生きていますけど、帰れていないのかもしれませんね。シンジが、もう、やめてくださいよ。と本気で怯えた声を出しました。その時店の外で何かを引きずるような音がしました。ザリ、ザリ、ザリ、と。駐車場の砂利を踏む音ではありません。もっと重たいものが地面をひっかいているような音。三人とも窓の方を見ました。でも、私はすぐ目をそらしました。張り紙を思い出したからです。窓の外の人影に声をかけないでください。女の人は小さく、見なくていい、と言いました。けれど匠は運転手だからなのか、車のことが気になったんだと思います。鍵、閉めたよな、とつぶやいて、入り口のガラス戸の方へと歩き出しました。匠、私が呼ぶと、匠は振り返らずに、車のとこ、ちょっと見てくるだけ、と言いました。その瞬間、女の人の声が鋭くなりました。ダメ。さっきまでとは違う、はっきりとした拒絶の声でした。匠は足を止めました。女の人は少し息を整えてから、低い声で言いました。2時から2時半までは、外に出ないでください。なんでですか？匠が聞くと女の人は、ガラス戸の向こうを見たまま言いました。この時間だけ、帰れない人が道に出るから。それが終わるのか終わらないかのうちに、入り口のガラスに、ペタッと何かが触れました。女の人の手みたいな白いもの。指が5本、はっきりと見えました。シンジが悲鳴を飲み込むような声を出して、私の腕をつかみました。ガラスの向こう側に誰かが立っていました。さっき、駐車場の端にいた人影です。今度はすぐ目の前にいる。顔は暗くてよく見えません。でも背丈からして女の人に見えました。長い髪が肩から垂れていて、濡れているみたいに光っていました。その人影は中をじっと覗き込むように立っていました。声は出さない。ただガラスに手を当てている。女の人がほとんど祈るみたいな声で言いました。見ないで。私は目を伏せました。でもその時一つだけ聞こえてしまったんです。ガラス越しに女の声で、とても近く耳元みたいな距離で。ねえ、乗せて。全身の毛が逆立ちました。外にいるはずなのに、どうして耳元で聞こえるんだ。シンジも聞こえたらしく、青ざめた顔で首を横に振っていました。匠は固まったまま入り口から動けなくなっていました。女の人が今度は私に向かってこう言いました。車のナビ切れますか？え？案内を終わらせないとまた次を探しに来ます。意味はわからなかったのですが、その言い方があまりに切迫していて、私はとにかくうなずきました。車の鍵を。匠が震える声でポケットから鍵を出し、
私に渡しました。俺、無理。その一言に彼が相当参っているのがわかりました。女の人は厨房の引き出しから古い懐中電灯を一本出して私に差し出しました。入り口は開けません。裏口から行ってください。裏口？店の裏からならあれと目を合わせずに車まで行けます。私一人で？そう聞いたとき、自分でも情けない声だと思いました。けれど女の人はうなずくしかありませんでした。あなたが一番まだ呼ばれていないから。その言葉の意味は後になってからわかります。でもその時の私はただただ恐ろしくて、理由なんて考える余裕もありませんでした。厨房の奥の細い通路を抜けると、確かに裏口がありました。鉄の扉、女の人が開けると、外気の冷たさが一気に流れ込んできました。店の裏手は真っ暗で、雑草が腰の高さまで伸びていました。懐中電灯の丸い光だけが足元を照らします。私は鍵を握りしめて、できるだけ音を立てないように進みました。店の裏を回れば、駐車場の私たちの車はすぐそこです。でも、そのわずかな距離が信じられないほど長く感じました。店の裏側からは何も聞こえません。風の音もない、虫の声もない。ただ自分の呼吸だけ。雑草を踏む音だけ。ようやく車の後ろに回り込んで、私はドアのロックを開けました。その瞬間、車内のナビ画面がパッと明るくなりました。誰も触っていないのに案内表示が出ています。目的地に到着しました。そう表示されていました。私は助手席側から身を乗り出してナビの電源ボタンを押しました。消えない。もう一度押す。消えない。画面には地図ではなく、暗い背景に一本の道だけが表示されていて、その先に赤い印が点滅していました。印の名前はこうなっていました。次の案内先。その瞬間、助手席の窓をコンと叩く音がしました。私は凍りつきました。すぐ横、窓の向こうに女の顔がありました。青白くて髪が濡れて張り付いていて、目だけが異様にはっきりとしている。その口が動いて笑ったように見えました。私は叫びそうになるのをこらえて、夢中でナビの設定画面を開きました。ルート解除、目的地削除、履歴消去。指が震えて何度も押し間違えました。窓を叩く音がコン、コンと増えていきました。まるで中に入れてもらう合図みたいに。ようやく案内を終了しますかの表示が出て、私はそれを押しました。画面が一瞬暗くなって、次の瞬間、バックモニターでもないのに、画面いっぱいに店の入り口の映像が映りました。ガラス戸の前に人が何人も立っていたんです。一人ではない。5人、6人、もっといたかもしれません。みんなこちらを向いて黙って立っている。その中に店員の女の人の姿まで見えました。私は混乱しました。女の人は今、店の中にいるはずです。じゃあ、画面に映っているあれは何だ？しかもその人影たちは少しずつこちらへ歩き始めていました。私は反射的にエンジンをかけようとしました。でも鍵は私が持っているだけで差し込んではいない。当然動くはずもない。その時、
助手席の窓のすぐ外で、さっきと同じ女の声がしました。次は、あなたが案内する番。私は悲鳴を上げて、ドアを開けて飛び出しました。そして、懐中電灯を落としながら、店の裏口へ向かって無我夢中で走ったんです。店に戻った時、私は半分泣いていました。裏口から飛び込むと、シンジがすぐに駆け寄ってきて、どうだったと聞きました。私は息が切れて、うまく喋れませんでした。それでもなんとか、ナビで、変で、人が、と伝えると、女の人は静かに目を閉じました。やっぱり、その一言に、私はようやく少しだけ怒りが出ました。やっぱりって何ですか？あれ、何なんですか？すると女の人は、今度は逃げずに答えました。道に置いていかれた人たちです。置いていかれた？事故で亡くなった人、家に帰れなかった人、誰にも見つけてもらえなかった人、そういう人が道の途中に残ることがあるんです。その言い方は昔話をするみたいに静かでした。でも残ったものは自分で行き先を決められません。だから道具を使うんです。標識や明かりや一番多いのはナビです。私はさっき見た画面を思い出して背筋が寒くなりました。行き先をなくした者が次の行き先を探しているんです。一人見つけるとまた一人、そして道の途中に増えていく。シンジが震える声で言いました。それって、俺たちどうなるんですか？女の人は時計を見ました。壁の古い時計。針は2時20分を指していました。2時半までここにいられれば大丈夫です。ここは大丈夫なんですか？私がそう聞くと、女の人は少しだけ店内を見回して、この店も店の途中みたいなものですから、と言いました。その答えは理解できたような、できないようなものでした。でも少なくとも今は、この店の外よりはマシなんだとわかりました。私たちは入り口から離れた奥の席に移動して、3人とも固まるように座りました。店員の女の人は入り口の近くに立ったまま外を見ていました。その姿を見ていて私はあることに気づきました。この人、さっきから一度も自分の名前を言っていない。あなたは？そう声をかけると女の人は振り返らずに、知恵です、と答えました。ずっとここにいるんですか？ええ。10年前から？少し間があって、千恵さんは言いました。多分、その言い方がたまらなく不安でした。まるで自分でも時間の流れがわからなくなっているみたいで。その時です。店の外で一斉に音がしました。ペタ、ペタ、ペタ。濡れた手がガラスに次々と触れるような音。私は見たくなかったのに、反射的に入り口の方を見てしまいました。ガラス戸いっぱいに手がついていました。子供の手、大人の手、細い指、節くれだった指。いくつもの白い手形が内側へ押し付けられている。でも外には誰の姿も見えない。手形だけが増えていく。シンジがすすり泣くみたいな声で、無理だって、とつぶやきました。匠はずっと黙っていましたが、ハンドルを握る癖が出たのか、
膝の上で何かをつかむように手を固めていました。千恵さんが低い声で言いました。誰が呼ばれたのか、向こうも探してる。私はその言葉に引っかかりました。誰が呼ばれたか？千恵さんはようやくこちらを見ました。ここに来る人たちは、大抵一人だけ強く目をつけられているんです。その瞬間、私は最初に言われた言葉を思い出しました。あなたが一番、まだ呼ばれていないから。じゃあ、呼ばれているのは誰なんだ？私と真治は同時に匠を見ました。匠は顔を上げませんでした。ただ、小さく舌打ちをして、言うつもりなかったんだけど、とつぶやきました。その声で店の空気が変わりました。私は嫌な予感がしました。すると匠はしばらく黙った後、やっと話し始めました。この道、初めてじゃないんだよ。去年の夏にも一人で通っているんだ。私は何も知りませんでした。真治も初耳だったようです。匠は目を伏せたまま、ぽつり、ぽつりと続けました。その時も夜で、眠くて、ちょっと居眠りしかけたんだ。ガードレールにすって、危うく落ちるとこだった。その時道の脇に女が立っているのが見えたんだ。びっくりしてハンドルを戻して、なんとか止まったけれど、降りて確かめる勇気はなかった。そして、そのまま逃げたんだ。千恵さんが静かに聞きました。何があったか見ましたか？匠は首を横に振りました。いや、でも。そこで彼は初めて本当に苦しそうな顔をしました。あの時、バックミラーに映ったんだよ。女が一人じゃなかった。ガードレールの下にもう一台車が落ちていたんだ。真治が息を飲みました。警察には言ってない。その答えにしばらく誰も言葉が出ませんでした。匠はかすれた声で言いました。事故を見たのか、ただの見間違いだったのか、自信がなかったんだ。変なことを言って面倒になるのも嫌で、そのままにしたんだ。千恵さんがとても静かな声で言いました。見つけてもらえなかったんでしょうね。責めるわけでもなく、ただ事実を置くみたいな言い方でした。匠は両手で顔を覆いました。その時店の外から女の笑い声が聞こえました。とても楽しそうな、でも人間の声とは思えない軽さの笑いでした。入り口のガラス戸の向こうに、今度ははっきりと姿が現れました。あの女です。髪の濡れた青白い顔の女。その後ろにさらに何人もの人影が並んでいる。女は口を開き、ガラス越しにこう言いました。返して。声は小さいのに、店の中のどこにいても聞こえるみたいにはっきりと届きました。見たのに言ったでしょ？匠の肩が大きく震えました。私たちを見たのに、真治が、匠と呼びました。けれど匠は返事をしません。ただうつむいたまま、何度も小さく、ごめん、ごめん、とつぶやいていました。千恵さんが入り口の前に立ち、女に向かって言いました。ここは通さない。すると女は、ゆっくりと首を傾けました。あなたも、まだそこにいるの？その言葉に
千恵さんの表情が初めて崩れました。ほんの一瞬だけ、ひどく悲しそうな顔になったんです。私はその時ようやく気づきました。この人ももしかしたら。その先を考えた瞬間、店の照明が一斉に落ちました。真っ暗。シンジが叫び、私も思わず椅子にしがみつきました。次の瞬間、レジの上の非常灯だけがついて、店内を青白く照らしました。その薄暗い光の中で、入り口のガラス戸が少しだけ開いていました。誰かが中に入ってきたんです。足音はしません。でも、床の上を何か冷たいものが滑る気配が、ゆっくりとこちらへ近づいてくる。千恵さんの声がしました。目を閉じて。私たちは言われた通りに目を閉じました。見たらダメだ。そう思いました。近い。もうすぐそこにいる。濡れた髪の匂いみたいな生ぬるい水の気配が漂ってきます。そして私のすぐ前ではなく、匠の真正面でそれが止まったのがわかりました。女の声。今度はとても優しく。帰り道を教えて。匠が声を出しました。知らない。嘘。知らない。わからないんだよ。暗かったし、怖くて。でも言った。ごめん、ごめん。そのやりとりを私は目を閉じたまま聞いていました。ですが、何もできませんでした。ただ、ここで私が何かを言ったら、その女の顔を見てしまいそうで。その時また古い時計が、ボーンとなりました。1回、2回。時計を見るまでもなく、2時半だとわかりました。すると店の中の空気が、スッと軽くなりました。あれほど重かった圧が急に引いていく。濡れた気配も遠ざかっていく。そしてしばらくしてから、千恵さんが、もう大丈夫、と言いました。恐る恐る目を開けると、入り口のガラス戸は閉まっていて、外にはもう誰もいませんでした。手形もきれいに消えていました。ただ、匠だけが床に座り込んで泣いていました。声を殺して、子供みたいに。それからしばらくして、東の空が少し白み始めました。山の夜明けは遅いですが、確かに闇の濃さが薄れてきました。千恵さんは私たちに温かいお茶を出してくれました。そのお茶の湯気を見たとき、初めて、ああ、まだ生きているんだ、と思えたのを覚えています。匠は顔を上げて、警察、と答えました。去年のこと、ちゃんと話す。見間違いでもいいから、あの場所を伝える。シンジは何も言いませんでしたが、その答えにだけはゆっくりとうなずきました。私もそれがいいと思いました。遅すぎるとしても何もしないよりはずっといい。朝の5時を過ぎる頃、私たちは店を出ることにしました。外はもう普通の参道の朝で、鳥の声も聞こえていました。駐車場に立つと、昨夜の異様な静けさが嘘みたいでした。車に乗り込んで、私は思わずナビの画面を見ました。普通の待ち受け画面、履歴も消えていました。ドライブイン、岬の表示はどこにもありませんでした。エンジンをかける前に、私は店の方を振り返りました。千恵さんが入り口の前に立っています。夜と同じエプロン姿で私たちを見ている。私は窓を少しだけ開けて、ありがとうございました、と言いました。千恵さんは
ほんの少し笑ってこう言いました。次は明るいうちに休んでください。その言葉だけはとても人間らしく聞こえました。私たちは車を出して山道を下りました。1時間後、匠は最寄りの警察署に行って去年のことを話しました。最初は半信半疑だったみたいですが、場所を聞いた警察が捜索をした結果、本当に崖の下から古い事故車両が見つかったそうです。運転をしていたのは若い女性だったと聞きました。行方不明届も出ていたらしい。それを知ったとき、匠はしばらく何も喋れませんでした。もちろん私たちも同じでした。見つかってよかったとは簡単に言えない気持ちでした。もっと早く伝えていれば、あの人はあの道に取り残されずに済んだのかもしれない。その後私は一度だけ昼間にその道を通ったことがあります。どうしても気になって一人で確かめに行ったんです。でもあの場所にはドライブインはありませんでした。あったのは雑草に埋もれた古い更地だけ。看板の土台みたいなものが斜めに残っているだけでした。近くのガソリンスタンドで聞いたら、その辺りには昔、確かにドライブインがあったそうです。名前は、ドライブイン、三崎。10年ほど前に火事になって、そのまま潰れたと。店員さんがいたかどうかまではわかりませんでした。私はそれ以上何も聞きませんでした。聞いてしまったら、千恵さんが何者だったのか、本当に知ってしまいそうで。ただ、あれから今でも夜中に長い山道を走っていると、たまにナビが変なことを言う時があります。本道から外れているわけでもないのに、急にルートの再検索を始めたり、存在しないはずの休憩所を目的地候補に出したり。そんな時、私は必ず音量を切ります。画面も見ません。そしてできるだけ早く明かりのある場所で休みます。あの道にはまだ帰れない人がいるのかもしれません。あるいは帰り道を知っている誰かを今も探しているのかもしれません。深夜のナビは便利です。でも時々、あれは目的地ではなく、行き先を失った者の願いを拾ってしまうことがある。だから夜の山道で見知らぬドライブインに案内されても、どうかすぐには従わないでください。そこが本当に休むための場所とは限りません。